どうかお願いです。私は全く無知なのでお尋ねしているのです。でもこれは実際にあったことですから、どうしてもこの謎を解きたいのです。本当の善と本当の悪についてです。二人の先生方は頭を横に振るばかりであった。イエスは言った。神様だけがご存知だというわけですね。でも私にはどうしても多くを愛した売春婦が神様に愛されるように思えてならないのです。担当で胸を刺されたような痛みで、パリサイ人と律法学者はもうじっとしていられなかった。パリサイ人は立ち上がり大声で怒鳴った。この若者めが、汚れた女を引き合いに聖なるエホバの名を汚しおったわい。わしはもうこれ以上我慢がならんわい。ヤコブや、この冒涜野郎をいつまで家に置いとくのじゃ。イエスは言った。エホバの神はすべてのものをお作りになったと記されています。この売春婦も神の御手によって作られた人間ですから、たとえ迷いの中にあったとしても、立派な神の子ではないでしょうか。立派な服を着たパリサイ人は、この若者に返す言葉が一言も見つからなかった。ヤコブがそれを遮って押しとどめた。ヤコブは懸命に客を引き止め、イエスにここから離れるように命じた。律法学者も同じように引き止められた。それで二人の客はヤコブに対し、あの不老者を即刻この町から出て行くように言った。ヤコブはそれだけは勘弁してほしいと哀願した。イエスはとても変わっているので、わけのわからないことを言い出すのだと、しきりに弁解した。ヤコブは声を一層和らげながら言った。イエスはまるで海から渡ってきた白鳥のような人間です。金持ちを目の敵にしていますか。私は今までこんな信頼のおける人間には出会ったことがありません。ですからこの若者に私の家や財産を全部任せようと考えているのです。つまり私の執事といったところでしょうか。とにかく私が安心して商売に出かけられるような管理人にしたいのです。パリサイ人が言った。イエスは今にきっとうまいことを言って、あんたをだまくらかすに決まっとるわい。律法学者も続けて言った。あいつはね、あんたが留守をしているのをいいことに、全財産を奪ってとんずらするんじゃないかね。ヤコブは遮るように言った。とんでもございません。私の兄が彼を信用して、重い金貨の袋を届けさせました。遺産の分け前だったのです。一銭もなくなっていなかっただけではありません。彼は運び賃さえ受け取らないのです。その気になれば、いつでも彼はエルサレムでも、アレキサンドリア、アフリカでも持ち逃げできたはずです。パリサイ人は言った。ああ、神の名を汚す者は必ず同僚を裏切るものじゃ。腕のいい職人はこれと見込んだ道具を捨てるようなことはいたしません。私も長い間商売のために数えきれない人を使ってきましたが、一度も私が睨んだ目が狂ったことはありません。このナザレ人こそ完璧な人間です。食事だけあてがっておけばただで働いてくれる男です。それに言い忘れておりました。彼は奇跡が起こせるのです。私の甥いから悪霊を踏んじばって追い出してしまったんですよ。これはすごいじゃありませんか。私も彼を説得して私に取り付いている病気を治してもらおうと思っているんですよ。ヤコブの話を聞いているうちに、二人の客人の顔色が変わった。妬みと混乱が渦巻いていたからである。その上もしかすると、この若造のおかげで今までのように、ヤコブから甘い汁を吸えなくなるのではないかと恐れた。そこで律法学者が言った。それほどまでにあんたが見込んだ人物なら、それも結構なことじゃ。では一つ、そのものをここに読んで、あんたの病気を治すところを見せてもらおうじゃないか。ヤコブはアサフを呼んで、すぐイエスをここに連れてくるように命じた。二人は代わる代わるイエスに尋ねた。イエスはただはいといいえとしか答えず、余計なことは一切言わなかった。痺れを切らしたパリサイ人は言った。さてさてヤコブの甥のことを聞いて、久々にわしの心が躍ったところじゃ。うまいさんは本当に素晴らしい奇跡を起こしたもんじゃのう。彼はしつこくその時のことを話すように催促した。ヤコブが言った。イエスや、それだけは嘘ではあるまい。兄からの手紙にも書いてあったからね。それが一体どうしたというんですか。私は医者ではありません。お前さんはここで大変世話になっている主人の病気を治すんだろう。いいえ、私はこの異教の町ではそのようなことをしないように決めているのです。パリサイ人は言った。ヤコブや、どうやらこの若者はあんたの友ではない。この気高いナザレ人がその手でお前さんの体に触れさえすれば病気が治るというのに、それをしないというのはお前さんの友ではあるまいて。ヤコブは言葉に詰まってしまったが、一つ紙の金貨をイエスに差し出して、
どうか自分の病気を治して、もう一度身軽に歩けるようにしてほしいと言った。イエスは言った。そのお金はアサフにあげた方が良いのではありませんか？彼はあなたのために身を粉にして働いているのです。労働に対して賃金を払うのは当たり前ですからね。もしもこの氷菓子がイエスの言う通りにしていたら、きっと後で苗えた手足を自由にしてもらえたかもしれなかった。しかしヤコブはケチで強欲な人間だったので、せっかく貯めた金をビタ一文でも人にやるのが惜しかった。パリサイ人と律法学者はあざけるような目つきで言った。この若者は病気を治せないんじゃ。このほら吹き野郎は、きっと兄の手紙までもごまかしおった。そりゃ違います。運んできた大金を見ればわかります。イエスは3人の男を見回してから、ヤコブに厳しい調子で言った。あなたがアサフにこの金をやらないというのでしたら、この2人の客人にあげて、あなたの求めているものが実現するまで、長いお祈りでもしてもらったらよいでしょう。あなたの心が堅くななので、私はもうあなたとは関わりたくありません。これでお別れしましょう。彼の語気に圧倒されたパリサイ人、律法学者の面前で、イエスは足の塵を払い、ヤコブの家から出て行った。ヤコブはすっかり動転し、嘆いていった。生まれて初めて信頼できる執事を失った。金では買えない人物を、老後の支えと考えていたのに。パリサイ人と律法学者は、浮くようなお世辞を連発して、ヤコブを慰めている間に、アサフはこっそり、ヤコブの家から逃げ出して、イエスの後を追いかけていった。